宮城県代表、塩釜市主婦、高橋京美さん。父と母を亡くして。皆さんのふるさとはどこですか？そこにあるのは懐かしい匂いのする家、大切な家族の笑顔、可愛がっていたワンちゃんや猫ちゃん、玄関を一歩出ればいつも通りの街並み。ある日それが全部めちゃくちゃに壊されて奪い去られてしまう。それが災害なんです。私が実家のある石巻市南浜町にたどり着けたのは震災の後3月14日のことでした。あちこち冠水している中をとにかく車が進めるところまで行き、車は途中で乗り捨て、あとは歩いて線路の上を実家に向かいました。途中すれ違ったご夫婦に水が引いて通れる箇所を教えていただいた時、こう言われました。あんたたち今から南浜町さ行くの？私たち今見てきたんだでば。地獄ってああいう言葉言うんだっちゃね。地獄？どういうこと？流行る気持ちを抑え、とにかく日和山まで登り、そこから海へ向かう坂道を降り始めた途端、私たちは息を飲んで立ち尽くしてしまいました。バリバリと何台ものヘリコプターが飛び交い、家だったらしきもの、車だったらしきものは皆大きな力でかき混ぜられ、ひねりつぶされ、3日続いたという火事と爆発はそれを燃え尽くし、あちこちでまだくすぶった煙が上がり、焦げ臭い匂いが充満していました。本来なら閑静な住宅街であるはずのその場所が泥と砂で埋もれ、焼き尽くされ、黒と灰色の世界になっていました。これは現実なの？震える体が止まりませんでした。その時隣にいた息子がぽつりとこうつぶやきました。ねえ、これって戦争の後？当時17歳、戦争のことなんて教科書でしか見たことない彼がそう表現をせざるを得なかったほど、それは衝撃的な光景だったのです。とその時、海の程遠いところに建物がかろうじて残っている一角が目に入りました。よく目を凝らすと私の実家が残っているではありませんか。夢中で坂を駆け下り、自分の背丈以上もある残骸に駆け上り、そちらに向かいました。黒く焼け焦げ灰になる寸前のまだ暖かい家々の柱に足がズブズブと沈み込んでいきました。黒くて重たい泥に靴が何度も何度も剥ぎ取られてしまいました。でも怖くて前に進むことしか私はできませんでした。やっとの思いでたどり着いた実家はこのような状態でした。2011年3月11日のお昼過ぎまで父と母がささやかだけど穏やかな日常を過ごしていた場所です。ここをあまりの惨状に唖然としながら奥に分け入ってみると、廊下の奥に私の母が小さくうつ伏せに倒れていました。いつも明るくて優しくてお茶目でおしゃれで美人な私の自慢の母がまるでボロ雑巾のようになってそこに倒れていたのです。必死になって引きずり出し、転がっていた襖板に母を寝かせ、持っていたペットボトルのお茶で母の顔の泥を落としてみました。するとまるで眠っているかのような穏やかな顔、ピンクの頬、ピンクの唇、今にも目を上げておしゃべりを始めそうです。でもいくら声をかけても、お母さん、お母さん、ばあば、ばあば、ピクリとも動きませんでした。一生懸命さすりましたが
母の手も体も頬も冷たくて冷たくて冷たくて、信じられない、理解できない、受け入れられない、受け入れたくなんかない。この生まれ育った私の家、私の町も目の前の母も、あの日石巻のその町は風が強く吹いていて、空は青く澄み渡っていました。父を見つけることができたのは3月26日のことでした。しかもそれはなんと遺体安置所の身元不明の写真の中からだったのです。簡易テントにブルーシートが貼られ、ちぎったガムテープでその写真は無造作に貼られていました。たくさんの写真がありました。目を見開いている人、真っ黒に焦げてしまっている人、水に浸かって膨らんでいる人、小さな子供の写真もありました。そんな中に父の写真がありました。口を開けてつぶった目にはびっしりと砂がこびりついていましたが、これは父に違いない、早く父に会わせて、父のそばに行かせて、そう係の人に告げると、遺体安置所の中に案内されました。するとそこにはまるでゴミのようにブルーシートに包まれたご遺体、シートが剥がされてむき出しになったご遺体がびっしりと並んでいました。それを踏まないようにまたぎながら父のそばに近寄り、そっとしゃがんで父の頬に手を当てたら、日にちが経って赤黒く変色していた父の頬は母の時と違って硬かった。身元不明の遺体のため片方の足の親指の爪が剥がされていました。そこにうっすらとにじんでいた血だけが、父は確かに生きていたのだということをかすかに告げているかのようでした。あれから3年と9ヶ月が経とうとしています。でもまだ私は暗いトンネルの中でもがいているかのようです。あの日、父や母のように生きたくても生きられなかったたくさんの命、また震災の後、生きる気力さえ奪われ消えていくしかなかった命、私も何度もういっそのこと死んでしまいたいと思ったことでしょう。でも私は今ここでこうして生きています。父と母から受け継いだ命、そして皆さんの命が今ここに確かにあります。でも明日も来るっていうのは私も皆さんにも確かなことではないんですよね。どうなるかわからないんですよね。だからこそ今この一瞬一瞬をかっこ悪くてもいい、みっともなくたって構わない、這いつくばってでも生きていかなければと自分に言い聞かせています。明日が来ることは奇跡だから、人に優しく、自分に優しく、今を生きていきましょう。ありがとうございました。